こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴とチャンネル登録、コメントもありがとうございます。ロシアのウクライナ侵攻が始まって3ヶ月近くが経ちますが、ロシアがウクライナに攻め込んだ当初から一貫してロシアを強烈に非難し、ウクライナへの軍事支援や難民支援を大々的に執り行ってきた隣国ポーランド。そのポーランド国民のロシア嫌いは有名ですが、そのロシア嫌いの原点に、カティンの森事件と言われる1940年のロシアの暴虐行為の歴史があります。今日はこのことについてご説明します。ポーランドとロシアとの対決関係は、歴史をたどれば遠く中世にまで遡りますが、近現代史においては、その最も典型的な事件がカティンの森事件です。ナチスドイツのヒトラーは、1939年9月1日にポーランドを侵略し始めましたが、その16日後にソビエト軍は突如として東からポーランドに攻め入り、退却するポーランド軍を後ろ側から奇襲しました。こうして少なくとも数千人のポーランド兵がロシアの捕虜になり、ポーランド東部はソビエト連邦に併合されました。ロシアが占領したポーランドでは、多くのポーランド人たちが北極圏の強制労働キャンプやカザフスタンの不毛の草原へと送られました。その強制移住させられたポーランド人は125万人だったとイギリスのガーディアン紙は書いています。その125万人のポーランド人のうち45万人がその後の2年間で飢餓などで死亡しました。ポーランドの裁判官や軍人や警察官や地主や企業経営者たち14,700人は何の罪もないのにポーランドの指導者層であったということだけで強制収容所に送られましたが、彼らには過酷な運命が待ち構えていました。ソ連の独裁者スターリンとソ連秘密警察 NKVD トップのラブレンチ・ベリアは刑務所に収容されていた彼らポーランド人全員を殺害することを決定しました。この命令は1940年3月5日付で下されました。この大量殺戮の命令は3つの場所で実行されました。コジェルスク強制収容所のポーランド人たちはスモレンスク、カティンの森で殺され、オスタ式の強制収容所のポーランド人たちはトベリで殺され、ハルキウのスタロビルスク強制収容所のポーランド人たちはプヤティハートキで殺されたとされています。ソ連秘密警察 NKVD のロシア人殺人者たちは手錠をかけられたり、ワイヤーで後ろ手に縛られたままのポーランド人たちを後ろから後頭部を撃って、カティンの森などの森の中にブルドーザーで掘った巨大な穴に落としていきました。NKVD の死刑執行人であったワシリー・ミハイロビッチ・ブロキンは、たった一人で28日間で6000人の男性を殺害したと述べているとガーディアン紙は書いています。虐殺の翌年、1941年7月になると、前進してきたドイツ軍はロシア西方のスモレンスクの森に到達しました。ロシアの現地の農民が彼らドイツ人を近くのカティンの森に連れて行ったのは1943年になってからで、そこでドイツ人たちは4000人以上のポーランド人将校の遺体を含む集団墓地を見つけました。大量のポーランド人の遺体の軍服のポケットにはまだ手紙や書類が入っていて、その最終日は
1940年4月でした。ナチスドイツ軍はこのロシアによるポーランド人大虐殺を国際宣伝に使おうとしましたが、アメリカのルーズベルト大統領はこれをナチスドイツの仕業だと信じ込んでいました。しかし、ポーランド人はロシアが真犯人だという事実を世界に知らせようとしました。ロシアがウクライナに侵攻した当初、日本のテレビコメンテーターの中には極めて少数派ながらも、ウクライナは自国民のこれ以上の被害を防ぐために、ロシア軍に抵抗せず、ロシアに降伏した方が良いのじゃないかという馬鹿げた意見を表明した人間がいました。しかし、東欧の歴史を振り返ってみれば、また第二次大戦終結時に満州や蒙古、日本の北方領土で起こった歴史を振り返れば、日本人60万人、日本政府が明らかにしているだけでも、日本人57万5千人がシベリアなどのロシアの各地に送られて、満足な食事も与えられずに、国際法が禁じている奴隷的な強制労働を課せられた歴史を振り返ってみれば、そして現在ロシアが占領したウクライナの地域で起こっている事実を見れば、ロシアへの降伏は殺害と傷害、拷問、すべての財産と土地の没収、生き残った者は強制収容所送りと奴隷的強制労働というおぞましい事態が待ち構えているのが現実です。今日はこの辺にします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。